弟の結婚相手は元アイドル。172センチ、90キロのデブな私にいちいちマウントを取ってくる。結婚披露宴で私に恥をかかせようと、ピンクレディーを踊れと言ってきた。売られた喧嘩は買う主義だ。やったろうやないか。私の名前はサキ。34歳で独身の実家暮らし。職業は何でも屋。友人の店の手伝いからウェブの記事まで頼まれれば何でもやる。平たく言えば無職とも言える。少なくとも会社勤めはしていないし、人に渡す名刺も持っていない。父は、先は何をやっても生きていけそうだな。と言い、母は、先は何をしてでも食べていきそうよね。と言う。ちなみに私は172センチ、90キロの大女である。父も母もお酒が好きなので、我が家ではよく家族で家飲みをする。嫁に行かず、定職にもつかない娘を追い出すこともせず、一緒に酒を飲んでくれる両親には感謝してる。私には2つ下の弟がいて、これが160センチ、53キロの小柄で華奢な男の子なのだ。弟は内向的でおとなしく、私は外向的で気が強い。子供の頃から親戚連中には、姉と弟が逆になればよかったのに、と耳にタコができるほど聞かされた。悪気はないのかもしれないが、これは私にも弟にも、さらに両親にも失礼な物言いだと思う。両親は、みんな違ってみんないい、的な考え方の人たちなので、私に嫁に行けとも言わないし、私も弟もこれまで自由に好きなことをやってきた。その結果、弟は今や売れっ子の漫画家だ。その弟が結婚相手を紹介したいと言ってきた。しかもお相手は元アイドルの女の子だという。次の日曜日に連れてくると聞き、がぜん我が家は浮き足だった。私も両親もグループ名を聞いてもちょっとわからなかったが、テレビに出たこともあるし、写真集も一冊出しているらしい。リリカと言います。よろしくお願いします。そう言って、ぴょこんと頭を下げたリリカさんは、元アイドルだけあってとても可愛かった。うわぁ、顔小さ。と思わず声が出る私。見たところ、153センチ、40キロといったところか。体積なら私の半分以下だ。両親も、女の子ってこんなに小さいもんだっけと感動している。リリカさんは10代にも見えるくらい童顔だが、29歳だという。今は芸能活動をやめて家事手伝いをしているらしい。こうだったら、こんな可愛いお嬢さんとどこで知り合ったの？母の疑問はもっともで、弟のコウタは実家暮らしだし、趣味もゲームや映画鑑賞などで高収入の引きこもりみたいなものだからだ。僕、3年前に初めて漫画を連載することになっただろ？それがアイドルの女の子が主人公の話なんだけど、その時取材させてもらって知り合ったんだ。その初めての連載がそこそこヒットして、その次に発表した作品はアニメ化もするほど話題作になって、弟は人気漫画家の末席に滑り込んだのだ。ちなみに弟の漫画は女の子が可愛いということで定評がある。じゃあ、3年前からお付き合いしていたのね。全然気がつかなかったわ。と母が言うと。いや、取材の時に連絡先は交換してたけど、半年くらい前にリリカちゃんから連絡もらって、それからの付き合いなんだ。と弟が言った。ちょっと待って。それって3年前は無名の新人漫画家だから無視してたけど、その後人気が出たから連絡を取ってきたとも言えない？こんな風に考えるのは私がひねくれているからだろうか。まあ、もしもそうだとしても、それくらいの打算は許されていいと思うので、私は何も言わなかった。女の子だって幸せになるために頑張っているのだ。何より、弟が彼女にぞっこんのようなので、小姑の私が出る幕ではない。この日は、我が家恒例の家飲み会に新しい参加者が加わった。料理は母と私の手作りだ。
わあ、すごい。なんだか本格的なイタリアンですね。お母様が作ったんですか？私が得意なのは和食なの。今日はほとんど娘のサキが作ったのよ。母がそう言うと、リリカさんは私を見て、ああ、やっぱり食べるのが好きな人は違いますね。と言った。なんだかちょっと含みのある言い方で引っかかったけど、気にしないことにした。この人はね、何でもできちゃうの。料理もできるし、日曜大工もできるし、大きなバイクに乗って1年くらい一人旅しちゃうし、できないのは結婚くらいよね。母がそう言って両親と弟が笑う。リリカさんはあまり笑ってくれなかった。彼女は見た目通り小食で、せっかくのイタリアンをあまり食べてくれなかったが、ワインの方はかなり飲んでいた。そのせいか緊張が解けて、コウタくんから聞いてたけど、お姉さん本当に大きいですね。お姉さんさすがによく食べますね。と、なぜか私に絡んでくる。女の人でそんなに大きいと、いろいろ大変じゃないですか？いろいろって？言いたいことは察しがついたが、あえて聞いてみる。だって、男の人って自分より大きな女の人は苦手じゃないですか。ね、コウタくん。やっぱりそういうことか。最後に弟に振るあたりがずるい。しかし、いきなり話を振られた弟が。いや、それが意外とモテるんだよな。謎だけど。こう言ったもんだから、彼女は思わず。さーと反射的に叫んだ。さすがにやばいと思ったのか、ごめんなさいと謝罪したが、別にこんなことで腹を立てたりはしない。私とリリカさんのどちらを選びますかと100人の男性に聞いたとしたら、8割から9割はリリカさんを選ぶだろうが、私を選択する人も1、2割はいる。まあ、そういうこと。人の好みはいろいろなのだ。元アイドルということもあるだろうが、彼女は見た目重視、可愛いは正義、というタイプの女子だった。そして男性からの評価をとても気にする。まあ、普通の女の子と言えるかもしれない。弟に送られて彼女が帰った後、普通の女の子ってあんな感じなのかと難しい顔で父が言い、小さくてとても可愛らしいけど、性格はあまり可愛くなかったわね。とため息をついて母が言う。どうも両親は私みたいな娘を長い間見てきたせいで、女の子に対する認識がちょっとバグっているような気がする。普通だよ普通。普通よりだいぶ可愛いし、もっと全然可愛くなくて性格の悪い子もいるよ。私は過去、この見た目で見下されてマウントを取ってくる女子を何人も見てきたので、微妙に彼女をフォローするようなことを言ってしまった。それに何より、コウタがぞっこんみたいだから、いいんじゃない？私がそう言うと、両親も納得したようにうなずいた。引きこもり漫画家の弟が可愛い女の子と知り合う機会なんてそうそうないかもしれない。まあ何があっても人生経験になれば今後の創作にも役立つだろう。私はかなり楽天的な性格だ。家族への紹介も終わったことで、弟の結婚の話は具体的になってきた。結婚式は弟の連載が終了して、時間に余裕ができる3ヶ月後に決まり、新居の購入も決定しているという。半年後に完成する駅に近いタワーマンションで、すでに契約して手付金も払い、頭金も用意したという。さすが人気漫画家。結婚から新居への入居に3ヶ月ずれが生じるが、弟のスケジュール的に3ヶ月後の休みを逃すと、次に長期の休みが取れるのがいつになるかわからないから仕方がないのだという。新婚旅行は2週間ほどヨーロッパを巡ってくるらしい。その3ヶ月の間、彼女はこの家で暮らすことになりそうだ。それもあってか、最近はよく家に来て、自分の身の回りのものを運び込んでいる。家具とかは全部新調するの。インテリアコーディネーターに頼もうかと思って、お洋服も古いものはもういらないわね。ちょっと子供っぽいものばかりだし。と、
すでにタワマン住まいのセレブ風な雰囲気を醸し出そうとしている。それはいいのだが、家に来るたびになぜか私に絡んでくるのには困りものだ。お姉さんも少しはおしゃれした方がいいんじゃないですか？などと言ってくる。あまり興味がないので申し訳ないと言うしかない。私が友人にもらったニットのセーターを着ていた時なんか、今日のニットはなかなかいいじゃないですか？と完全に上から目線だ。一応名の通ったデザイナーである友人が聞いたら怒るだろう。ダイエットしようとか思わないんですか？私だったら恥ずかしくて耐えられないですよ。私はリリカさんじゃないし、別に恥ずかしく思ってないし。健康診断の結果も全然問題ないから大丈夫。そう受け流すと、そういう問題じゃなくないですか？と彼女はムキになる。自分が好きでおしゃれをして可愛くありたいと思うのは自由だけど、自分以外の人に強要するのはおかしくないかと思う。大丈夫。私っていわゆる動けるデブだし。膝とか腰にも全然来てないし。お医者さんから何か言われたらダイエットするかもしれないけどね。そう言って話を切り上げようとすると、彼女はとんでもないことを言い出した。運動神経いいんですね、お姉さん。じゃあ私たちの結婚式の余興で踊ってくださいよ。そりゃあ可愛い弟の結婚式だ。要望があれば叶えてあげたい気持ちはある。まあダンスくらいいいけど。と軽く了承したのがいけなかった。じゃあピンクレディー踊ってください。ちゃんと衣装も着てね。約束ですよ。勝ち誇ったように彼女が言った。デブなお姉さんにあの衣装を着せて踊らせたらそれだけでみんな大爆笑よ。そんな彼女の心の声が聞こえたような気がした。しまった、と思ったが遅かった。自分の結婚相手の姉が笑い物になることがそんなに楽しいことなのかさっぱりわからない。だがしかし、私は売られた喧嘩は買う主義だ。そんなわけで、ピンクレディーの特訓をお願いします。私がそう言って頭を下げると、なんだよそれ。笑っていいのか怒っていいのかわからないな。彼氏の昼夜が複雑な表情でそう言った。ここはオピクトプロクタスという非常に覚えづらい名前のカフェバーだ。オピクトプロクタスは深海魚の名前で、店には深海魚をモチーフにした絵や写真、骨格標本のレプリカなどが飾ってあって、いわゆる深海魚カフェとでも言うようなお店だ。深海をイメージしたほの暗い間接照明も雰囲気があって、なかなかの人気店なのだ。友人がお店を開くとき、アイディアやコンセプト、装飾品調達などで協力した。ついでに深海魚グッズやデフォルメした深海魚のマスコットなども私のデザインだ。多少のアイデア料はもらったが、特にこれを仕事にしているわけではなく、友人に頼まれたから手伝ったというだけだ。結構グッズの人気があるということで、先日通販サイトを立ち上げた。そこそこ売り上げがあるので、世の中変わった趣味の人がたくさんいるなぁと感心した。まあ私もその一人だけど。とにかくその店内の雰囲気のいいテーブルで私と会話しているのは彼氏の昼夜で相当のイケメンだ。私より一つ年上の35歳。この彼がちょっと変わった人間で、この店のオープニングパーティーで知り合ったんだけど、初対面で私に親しげにアプローチしてきた。この内装とかグッズとか、君のアイディアなんだって？俺も深海魚めっちゃ好き。深海はロマンだよね。と、イケメン特有のとびきりの笑顔で話しかけてきた。ただの深海魚好きかと思いきや、連絡先聞いてもいい？また会ってくれるかな？と、尻尾を振る犬のような表情でお願いされてしまった。どうやら彼は100人のうちの10人から20人のタイプのようだ。実は俺、子供の頃から大事にしているでっかいクマのぬいぐるみがあってさ、恥ずかしいんだけど、今でもそれを取ってあるんだ。さきを初めて見たとき、俺のクマかと思った。こんな口説き文句ってあると思う？
大きくて、柔らかくて、あったかくて、サキといると、俺すごく幸せなんだ。俺と付き合ってもらえませんか？断る理由はなかった。昼夜は身長こそ180センチと私より高いが、体重は75キロなので私の方がかなり重い。デブ戦じゃなくて熊戦と言うべきだろうか。彼は当然女の子にモテるので、なんであんなデブの大女と嫉妬混じりに言われるのも無理はない。本当に人の好みはいろいろだ。私は売られた喧嘩は買う主義だが、同時に勝てない喧嘩はしない主義でもある。リリカさんの無茶ぶりを受けて立とうと思ったのも、昼夜の存在が大きい。彼はダンスインストラクターなのだ。さっきの頼みだからもちろん引き受けるけど、その義理の妹になる女の子、性格悪いな。いいの？そんな子が義理の妹になっても。昼夜は少し心配そうだ。別に彼女が特別性格が悪いわけじゃないと思うよ。女の子にはさ、おしゃれして可愛くなきゃいけないという呪いがかかってるんだよ。若くて可愛くてモテるのが最強。そのためにすごく頑張ってるの。だから私みたいなのが普通に存在してるのが許せないんだよ。私がそう説明すると、彼は、なるほどなぁ、と納得して。でも、誰でも年を取るんだから、一生戦い続けなきゃいけないよな。少しでも若く見えるように、とか。大変だなぁ。しみじみそう言った。大変だよね。人間も他の動物みたいに全身に毛が生えてれば楽なのにね。猫とか年を取っても可愛いもんね。私がそう言うと。確かに、サキが毛だらけになったら可愛いだろうな。まるで本物のクマみたいだろうな。そう言ってうっとり目を細めるので、やっぱりこの人ちょっと変だと思う私なのだった。そんなのろけ話はともかく、彼のダンスレッスンは容赦なく厳しいものだった。学生時代はバスケ部に所属して、それなりの成績を残した私だが、ここ数年はスポーツとは縁遠くなっていたから、自称動けるデブだけどなかなかしんどいものがあった。おかげで踊れるようになる頃には5キロも痩せていた。衣装は友人のつてでスタイリストさんを紹介してもらった。事情を話すとバカ受けして、以前お笑い芸人のコンビが忘年会で余興をやった時の衣装で心当たりがあると言ってくれた。さすがに生足はきついので何とかしてもらえないかと頼み込んで、銀色のラメのタイツも用意してもらうことになった。踊る曲はもちろんあの UFO だ。最近は若者にも動画サイトで人気があるらしい。あと肝心な下準備がもう一つ。弟に頼んで招待客を一人増やしてもらった。私の婚約者として昼夜にも参加してもらうためだ。そして結婚式当日。式を終え、披露宴へと進み、いよいよ私の余興の出番だ。速攻で着替えられるように、衣装はパンツスーツの下に着込んでいる。魚の鱗みたいな銀色の衣装も、SF チックなヘアアクセサリーも、披露宴の席でならそう違和感はない。皆さん、本日はお忙しい中ありがとうございます。新婦のリクエストにより、新郎の姉の私が一曲踊らせていただきます。私がマイクを握ってそう言うと、一瞬会場がどよめいた。あのピンクレディのほとんど水着のような衣装に似た衣装を身につけた大女がマイクを握って喋っているのだ。何よ、生足じゃないじゃない。そんなに大きな声ではなかったのだが、リリカさんの発言は結構広範囲に響き渡った。弟も両親もこの件は知らない。私が何も伝えていないからだ。言ったら絶対に止められていた。弟は赤面しているし、両親は何が起きているのかわからないようで、お互いに顔を見合わせているし、親戚連中はひそひそと話しているし、会場のあちこちから失笑が聞こえてくるしで、なかなかの修羅場だった。さすがに30代の大女の生足は皆さんご覧になりたくないでしょ？新婦のリクエストはピンクレディ。ピンクレディといえば二人組。ということで、本日は私のパートナーが一緒に踊ってくれます。どうか楽しんでください。
ここで礼服の下に銀色の衣装を着込んだ昼夜が登場。颯爽と礼服を脱ぎ捨て、ほぼ全身タイツだが、ダンスで鍛えられた肉体はうっとりするほどかっこいい。誰もが知っているあの曲のイントロが会場に流れた。二人で息ぴったりの UFO から始まるパフォーマンス。この2ヶ月、特訓に明け暮れた成果だ。例えば、太った人が、毛髪の薄い中年男性が、普段見下されているような人が、完璧なダンスを踊ったとき、人々の反応はどうなると思う？その完成度が高く、真剣に踊っていればいるほど、見た人は嘲笑うのではなく感動するんだよ。中途半端じゃダメ。だから私は真剣に練習した。まあもちろん、横で踊ってくれた昼夜の存在がかなり大きかったけど。二人の歌とダンスが見事に揃って最高に息の合った UFO だった。完璧な歌とダンスに場内は拍手喝采に沸いた。リリカさんの顔は見物だった。想像していたのとは全く違う結果に、顔を真っ赤にして憤慨しているようだ。何よ、あの男の人は誰なの？完璧な UFO より私と一緒に踊ったイケメンが気になるらしい。姉さんの彼氏だけど。弟がそう答えると彼女は、嘘！お姉さんにあんなイケメンの彼氏がいるわけないじゃない！と叫んだ。会場が静かになって招待客が新郎新婦の会話に聞き耳を立てているのにもお構いなしだ。君は姉さんに恥をかかせるためにこんな余興をやらせたの？そう問いかけた弟に、さすがにまずいと思ったのか、彼女は言い訳に走った。違うわよ。私は恥ずかしいからやめてって言ったのに、お姉さんがどうしてもやりたいからやらせてって言ったのよ。いくらなんでも私もそんな恥知らずではない。姉さんは君に頼まれて披露宴で余興をやることになったけど、びっくりしないでねって言ってたよ。何をやるかは教えてくれなかったけど。嘘よ！自分からやりたいって言ったのよ！ここで弟が大きくため息をついた。姉さんは絶対嘘はつかないんだ。いや、絶対嘘はつかないなんてこともないけど、とりあえずここはそういうことにしておこう。静まり返った会場を見渡して、弟は深々と頭を下げた。本日は僕たちのためにありがとうございます。大変申し訳ありませんが、この結婚は取りやめさせていただきます。いただいたご祝儀はそのままお返しいたします。どうもすみません。何を言い出すの？そんなの無理に決まってるでしょ？ちょっと、ふざけないでよ！怒り心頭のリリカさん。きっかけになってしまった私も、弟の素早すぎる決断に驚いた。玉の腰を当てにしていたらしき彼女の両親も黙っていなかった。娘を傷物にしやがって！慰謝料を請求するわ。と、すごい剣幕だ。入籍を後回しにしたのが不幸中の幸いだったな。コータが好きなら仕方がないと思っていたが、私もこの結婚はやめた方がいいと思う。と、父が静かに言った。私もこんな人が義理の娘になるのは嫌だわ。あなた家に来るたびに先を、私の娘を馬鹿にするような態度をとっていたでしょ？と、母が言った。両親はちゃんと見ていたのだ。慰謝料を払えと言うなら払います。でも結婚は取りやめます。僕の家族を侮辱するような人とは一緒にやっていけない。弟はきっぱり言い切った。悔し泣きをしながら花嫁になるはずだったリリカさんは、両親や親戚と共に披露宴会場から逃げるように出て行った。私と昼夜はピンクレディー風の衣装のまま、あっけに取られて成り行きを見守っていた。人気漫画家結婚をドタキャン。結婚をドタキャンされた元アイドルとは、人気漫画家と結婚して芸能界再復帰を目論む？元アイドル、某プロデューサーとの不貞がバレて干されていた。こんな見出しのネットニュースがバズっていた。披露宴会場には弟の関係でメディア関係者も数名招待されていたので、こんな面白いネタを放っておくはずがない。彼女はしっかり爪痕を残してくれた。
本人も相当深い傷を負っただろうけど。どうやら芸能界復帰の野望も、プロデューサーとの不貞行為も本当のことだったらしく、リリカさん側から慰謝料の請求はなかった。圧巻の UFO パフォーマンス。歌って踊れるハイパーおデブな彼女の正体は。一緒に踊っているのは有名ダンスインストラクターの彼。顔にモザイクはかかっているが、あの時誰かが撮っていた UFO パフォーマンス動画までネットにアップされてしまった。自分じゃなければめっちゃ面白いけどさ、こんな動画まで流出してしまって、私もうお嫁に行けないと笑っていたら、行かなくていいよ、俺がもらうんだから。と当たり前のように昼夜が言う。ちなみに昼夜の経営するダンススタジオはお客さんが増えたそうだ。それもちょっと自分のスタイルに自信が持てなかった女性たちが動画を見て勇気づけられたとかで。これはちょっと嬉しい話。リリカさんはネットで話題にはなったものの、世間の反応がかなり否定的だったので芸能界復帰はなさそうだ。彼女の SNS は毎日のように炎上しているようだが、それでも発信し続けるメンタルの強さはすごいと思う。中途半端に顔を知られていて知名度もあるので、婚活は難しそうだ。数日前には、整形しようかな、などとつぶやいてまた炎上していた。姉さんたち、結婚するなら僕の買ったタワマンに住まない？もう手付金も頭金も払っちゃったんだよね。弟がそう言い出したので驚いた。いや、あんたが買ったんだから自分で住みなさいよ。仕事場にするとかさ。私はタワマンへの憧れは特にない。今はアシスタントはみんなリモートだし、この家に住んだままの方が楽だもん。母さんがご飯作ってくれるし。弟は実家で高収入な引きこもりを続けるつもりだ。こうた、あんた巣立ちに失敗したね。そう言うなよ。姉さんとは正反対の女の子でいいなと思ったけど間違いだった。今度付き合うときは姉さんみたいな人にする。でももう少し小柄な方がいいかな。何言ってるんだ、こうたくん。このでっかいところがいいんじゃないか。そう言って昼夜が私に抱きつく。シスコンにクマコンか。本当に人の好みはいろいろだ。巣立ちについては私も弟のことは言えない。タワマンに住むなら私もちゃんと働かなくては。一緒にお店をやらないかという話もあるし、2年前にバイクで日本一周した時のブログを本にしないかという話もある。なんとでもなるだろう。マンションのローンは自分たちで払うわよ。え？じゃあ結婚してくれるの？昼夜が驚いて私の手を握りしめた。私はパートナーはいてほしいけど、入籍するとかはどうでもいいと思っていたので、今回のリリカさんの件がなかったら結婚の話は出なかったと思う。よし！早速婚約指輪を買いに行こう！そう言って昼夜が私の手を引いて玄関に向かう。結婚披露宴でピンクレディーメドレーとかやるなよ！背後から弟渾身の自虐ギャグ。ちょっと面白そうと思ったが、さすがにそれはやらないと思う。私の名前は夏美。結婚して3年の専業主婦です。まだ子供はいません。僕と残りの人生を一緒に歩んでください。それが私たちのスタートでした。いきなりのプロポーズに私は驚いてしまった。なぜなら、後に旦那となったカズトとは初対面だったからだ。カズトとの出会いは、私が友人に誘われて合コンに参加した時のこと。私はそこまで乗り気ではありませんでした。しかし、カズトにとっては運命の出会いだったそうで、一目惚れしたカズトはいきなり私にプロポーズしてきたのだ。インパクトのある初対面に心を動かされてしまった私は、お付き合いからよろしくお願いしますと答えてしまった。それからカズトは私に好き好き光線を発射し続け、私は耐えきれずにカズトからのプロポーズを受けることにしたのです。
愛されるって幸せなんだなぁと、私は和人と一緒にいると感じるようになり、これが一生続くなら、どんなに幸せなんだろうかと考えたら、結婚の選択肢しか残っていませんでした。でも女って単純で、愛されると愛したくなっちゃって、結局愛情が逆転しちゃうんですよね。今では私の方が旦那を愛しているように感じます。旦那に愛されていないわけではないのですが、完全に私が和人を愛しすぎている。最初は私に愛されすぎていることに幸福を感じていた旦那ですが、旦那は私にある程度のわがままは通じると感じているようで、可愛いなぁと思えるわがままから、ちょっとそれは行き過ぎじゃないと思うわがままも言うようになってきます。ただ、旦那の言うことは何でも聞いてあげたい。と、完全に恋する乙女状態の私は、結局旦那のわがままを聞いてしまいます。とはいえ、私も私で旦那のおかげで専業主婦をする傍ら、短時間のパートもさせてもらって、趣味のパッチワークをやる時間もあるので、自由に過ごしています。しかし最近、旦那は休みになるたび、義実家に行くようになりました。もともと義実家は車で10分ほどにあったため、二人でよく行っていたのですが、私は姑さんがちょっと苦手です。嫁いびりされているわけではないのですが、姑さんの目つきが少し怖いというか、私って嫌われてるんじゃないかって思ってしまうわけです。そんな姑もいるとなると、義実家に行くたびに余計気を使うんですよね。休みの日くらい、愛する旦那と一緒に時間を過ごしたい。なんて思うんですけど、旦那はそうではないみたいです。一度、なんでそんなに義実家に行くようになったのと質問したところ、二人でいたってどうせ暇だろ？それに実家に行くだけで親孝行になるんだから何も損はないじゃないか。それとも夏美は僕の実家に行くのが嫌なのかい？嫁いびりされてるとは思えないけど。と言われてしまいました。ここでしつこく反論しても、私が嫁いびりされているというようなものなので、私はしぶしぶ義実家に行くことになります。休みの日はゆっくり二人で家にいる。私にはそれが一番の幸せなのに、旦那はそう思ってくれないんだな。そう思うと少し寂しいです。思えば、この頃からすれ違いが増えてきたのかもしれない。義実家の唯一の救いは、前にも話しましたが、姑が嫁いびりをしてくることはありませんが、一度口を開くと挨拶代わりに、子供はまだなの？孫の顔を早く見せてくれない？と言われるので少し疲れます。私は心の中で、休みの日に家にいさせてもらえれば、もしかしたら子供もできるかもしれませんね、なんて悪態をついてしまっています。子供については私もできるだけ早く欲しいなと思っているのですが、私から誘っても、仕事で疲れてるから、といつもかわされてしまいます。子供のこと、ちょっとフォロー欲しかったな、と帰りの車の中で旦那に言うと、そんなの聞き流しておけばいいだろ。それに子供なんてまだいらないし。それなら、姑さんに言い含めておいてほしいな。毎回言われるのも疲れるんだよ。そんなの知るかよ。私が何を話しても、旦那はどこ吹く風でもちろん無視です。それからも私は子供をせかされる生活が続き、それがだんだんストレスで心がどんどん壊れていったのです。姑に何も言えない私も悪いとは思うのですが、仲が悪化して離婚なんてことになるのだけは避けたかったですし、私も同様に旦那もだんだん私に興味関心がなくなったのか、前以上に存在に扱われるようになりました。これは夫婦生活と呼べるのかと思わず思ってしまうくらいに、すっかり夫婦関係は冷え切ってしまったのです。休日だけならまだしも、暇さえあれば実家に行くか会社の飲み会。私と会うのを避けているようで、私との生活なんて何も見えていないようなものでした。今では旦那の家事をするだけの家政婦のようなものとしか思えません。私の存在って何なんだろう。それから、今日友達とランチしてさ、などと話しても、何お前だけ贅沢してんの？お前が贅沢なら俺も何したっていいよな。会話をすれば怒り口調。話すのも疲れてしまいます。私の心が離れていっても、旦那が帰ってきた時には満足できるようにご飯も作っているし、綺麗に掃除もしている。なのに家事が手抜きだとか、飯がまずいだとか文句言われるし、何のやりがいもない日々が続いている。
私の何が不満なんだろうか。もしかして愛が重かったのかな。それとも私が怒らせるようなことをしたのかな。私は気づくとある場所に足を運んでいました。ある日家に帰ってきた旦那がニヤニヤしながら私の前に仁王立ちしていました。するといきなり私に、すぐ離婚してくれ。俺は子供が欲しいんだ、と言ってきました。旦那はニヤニヤ。全く意味がわからない。お前といても楽しくないし、俺の子供を作る気ないだろ。だから離婚しろって親が言ってくるんだ。いや、私は子供作る気満々だったのに、あんたが拒否ってたんだろうが。何私のせいにしてんだ、この男は。お前にとっては俺が全てだと思うけど、離婚しよう。俺の愛はもうお前にはない。私が泣いて拒否すると思ってるんでしょうね。残念でした。いいよ。はい、離婚届。私はもともと離婚届を取りに行っていたので、持っていたものをすぐ渡しました。旦那は、は？離婚？と、自分で離婚を迫っておいて、狐に頬をつままれたような顔をしています。はじゃないわよ。あなたの望み通り離婚してあげるわよ。私ももう限界だったの。愛も枯れ果ててるしね。どんなことになっても私だけは自分を愛してくれている。とでも思っていたのか、このバカ旦那は。私はね、あなたの義実家に私のせいで子供ができないと思われてるんだろうけど、私だけのせいじゃないわよね。夫婦生活もないんだからできるわけないじゃない。もしかして子供の作り方も知らないの？義務教育からやり直したら？不満に思っていることを一気に吐き出し、私の分だけ記入してある離婚届を叩きつけた。旦那にも自分の分を記入するように促しましたら、私の勢いに気をされたのか、離婚届に記入してハンコも押してくれました。そして私は離婚届を朝一番で役所に持って行き、速攻で提出。旦那。いや、元旦那はあわあわしていたけど、私はもうどうでもいいことだ。もう他人なのだから。いきなり元旦那が離婚と言ってきた理由はわからないけど、私はこれをずっと待っていたのです。役所に提出して家に戻ると、元旦那が、俺の家なんだから、さっさと荷物まとめて出て行けよ。あ、家電は全部置いていけよな、と言ってきました。さっきまでの焦りはどこへやら。人が変わったかのように冷たい目をした元旦那。そんな元旦那よりさらに冷たい目で私は淡々と話し出しました。忘れたの？このマンションは私の親から譲ってもらった私名義のマンションよ。結婚祝いに私たちの前で譲るって言ってくれていたのに、覚えてないのね。呆れた。役所帰りにマンション売り払ってきたから、あなたが出て行きなさい。そう伝えると、元旦那はみるみる真っ青に。あれ、でも、俺も家賃半分払ってたんだぞ。俺にも半分権利はあるはずだ。売った金の半分よこせ。だから、私名義のマンションだって言ってるでしょ？あなたに渡すお金なんて1円もないわ。そんな。あなたはあなたの大好きな実家にでも行けば？じゃあさようなら。ちょっと待てよ。そうだ、財産分与で、お前の貯金の半分は俺のものになるはずだぞ。俺は知ってるんだ。お前が3000万の貯金を溜め込んでること。なるほどね。なぜこんなに急に離婚を切り出してきたか腑に落ちました。私の貯金が目当てだったんだね。でも残念でした。これは私が独身時代に貯金したお金なので、財産分与の対象にはなりません。と私が言うと、元旦那はバカみたいな顔で口をポカーっと開けていました。そう、この人はとても頭が悪いのです。九九も七の段を間違えますし、私の名前も頻繁に間違えます。そんな元旦那に呆れつつ、私は自分の荷物を簡単にまとめ家を出ました。家電や家具なんて元旦那にくれてやる。そして私は早足で実家に戻り、離婚したことを報告。両親は私に一言、お疲れ様と言ってくれて、次の相手はもっと慎重に選ぶように言ってくれました。ただ実家には姉の家族も住んでいるので、一緒に住むことはしませんでした。姉家族は私と仲がいいので断ることはしないでしょうが、私のせいで子作りに支障が出ても申し訳ないですしね。
それにマンションを売りに出したお金もあるし、貯金もあるのでマンションを契約。前より少し狭くなってしまったが、一人暮らしには十分です。セキュリティもしっかりしているので、もし元旦那が訪ねてきても安心ですしね。半年後、久しぶりの一人暮らしを満喫しつつ、新しく仕事も探して再就職した私は、充実した生活を送っていました。職場の同僚と飲みに行ったり、上司にも気に入られたりと順風満帆。毎日ストレスにさらされていたあの頃とは大違いだ。慰謝料など何もなく、スムーズに離婚したのですごく楽です。あれから元旦那が訪ねてくることもなく、平和な毎日を過ごしていました。すると元旦那から数ヶ月ぶりに連絡が来ました。戻ってきてくれないか、もう実家暮らしは限界だ。と、なんだか切羽詰まっている様子です。私は、あんなに大好きだった実家に入れるんだから幸せでしょ？と、漫画を読みながら適当に返事していました。仕方ないので話を聞くと、離婚しても再婚をせかされ、早く孫の顔を見せろと毎日言われていたとのこと。義両親はとにかく孫が欲しかったみたいで、相手は誰でもよかったのだとか。別に後継ぎを欲しがるような立派な家柄でもないのに、と思っていると、どうやら義母はお友達にはみんな孫がいるので、私も欲しい。そんなくだらない理由で私にも孫をせがんでいたらしい。アホくさ。私は、漫画がいいところだから切るね。まあ頑張って。と言って電話を切りました。その後も元旦那からちょいちょい連絡が来ました。何でも職場の取引先の一回り年上の女性とお見合いをして婚約が決まったそうです。しかも、両家の親から子供を作れと毎日圧をかけられているそうで、それがとてもストレスなのだとか。元旦那もそれに応えようと頑張っているそうですが、一向に子供はできないらしい。もしかしたら元旦那は、無精子症なのではないだろうか。まあそうだとしても、私にはもう関係のないことだ。未だに、よりを戻そうと言ってきますが、こんな男とまた一緒に暮らすと思うと吐き気がする。私からしてみれば、こうなったのは自業自得でしかない。たとえ私が戻っていったとしても、望み通り子供を産んでやる気も起きないだろう。いいじゃない。あなた親孝行で子供を作った方がいいって言ってたし、やっと親孝行できるわね。いや、私と離婚した理由も子供を作らないからでしょ？よかったじゃないの。子作りに積極的なお嫁さんで。じゃあおでんを煮込むのに忙しいから切るね。ちょっと待ってくれ。そんなつもりはなかったんだよ。お前があっさり離婚に応じてきたから子供を作る予定が狂っただけなんだ。あ、大根がいい感じに煮えてきた。俺はただお前より上に立っていたかっただけで。なんて言い訳をしてきたので。もう。つまらない話なんてするから私のおでんがまずくなっちゃうでしょ？卵もいい感じだから、バイバイ。元旦那は電話の向こうで何やら嘆いていましたが、もう二度と連絡が取れないよう着信拒否にしました。あの人はまだ私に愛が残ってるとでも思っているのだろうか。私の愛なんて今は目の前のおでん鍋にしかないというのに。3年後、元義母から電話があり、子供ができないのは元旦那に原因があったことが分かったそうです。私の勘は当たっていたということか。それが判明したせいで、年上のお嫁さんとも離婚されてしまったそう。しかも隠れてギャンブルして、1000万も借金をしていたそうで、今や毎日のように義実家に借金取りが来ているのだとか。このままでは家を売りに出すしかなくなる。だから和人と結婚してやってくれないか、と言われましたが、拒否しました。なんで？あなたは和人を愛してるんでしょ？昔はね。でも今は愛情なんて一かけらも残っていませんよ。それに、私の貯金目当ての家族と結婚なんかすると思います？それでは、さようなら。そう言うと、私は電話を切った。それからもしつこく義母が電話をしてくるので、着信拒否にしました。その3年後、すっかりおばさんと呼ばれる年齢になった私ですが、職場で出会った一回り年下のイケメンと結婚。何より義両親がとても優しい方で、孫については何も言わず、私を本当の娘のように可愛がってくれます。旦那は義実家に積極的に行くことはありませんが、私から義両親に会いに行くこともしばしば。最高の旦那に最高の義両親と出会えたのも、あの時、
私が離婚を選択したからだと思うと、自分で自分を褒めてあげたい。それから、ストレスにさらされないおかげか、結婚してすぐ子供を授かり、今では家族3人で楽しく暮らしています。これからも幸せで楽しく暮らせますように。そう私は心から願うのでした。You're going to die soon anyway. Just get out and go to a restaurant. This is our home. Your husband's face looks like a demon. That's Right. You should be grateful that we're letting you live here. A hospital is where the sick go. the same goes for the woman he's having an affair with. If I were a real hospital, I might have attacked the two of you on the spot. But listen to me carefully. Hell awaits you. Hey, can't you cook better food? One day, my husband, Masaya, suddenly complained about the food. We've been married for almost 30 years now. I thought we were getting along pretty well. But I can't believe he's saying something like that now. Hey, how many years have you been a housewife? Do you make this miso soup with proper stock? These days, there are convenient things like stock, so I don't think the taste will change much. Oh, a housewife would be shocked to hear that. What's that? Until recently, my husband never said anything about my food. The old man in the Showa era didn't say a word, but we both knew in a tacit understanding that the sensation of something being delicious meant it was delicious. So why would he suddenly say something like that? My eyes widened at the sudden change of topic, but my husband stood up with a plan. The moment I wondered what he was going to do, he threw the miso soup down the sink. What are you doing? Just look at it. How could you eat something this disgusting? My husband waved the contents of the bowl around as if he had just killed a demon. But that doesn't mean you should throw it away. The kids are eating it normally. Poor thing. Because of you, the kids' sense of taste has become dull. My daughter is going to be a terrible wife in the future. It's all your fault. What the heck? What's wrong with you? You weren't the type of person to say such terrible things, were you? I've always been like this. I've been putting up with it for the past 30 years. But then I realized, what's the point of putting up with it like this? Maybe I should enjoy the rest of my life more. Quote. So from now on, I'm going to do as I please. My husband went out after saying something you wanted to say. My children and I were taken for a fool. My husband didn't come home that day. After that, he ate and slept. My husband hardly said anything else except these words. No matter what I said, he ignored me. He would only give me cold replies. We couldn't have a proper discussion. If I said something a little harsh, he would just be annoying. Don't interfere with me. You should just shut up and be a housewife. Quit your meaningless job. He would yell at me and glare at me. Seeing his devilish appearance, I was terrified by the public behavior of my husband, who I had been grateful to until then. What on earth had happened? My doubts were suddenly dispelled one day. It was really sudden. It was a holiday when my husband was away on a business trip. We had a visitor at our house. He kept ringing the intercom, so I went to see what was going on. It was a woman I didn't know. A young man was standing next to her. Who is she? When I asked, the woman said, "You're Masaya's wife, right? You are the one who is using her." Quote. She. Must be someone my husband knows. But I don't know her at all. Why do I have to be blamed for something so sudden? As I tilted my head, the woman, who must have been younger than me, said, "You know, I'm dating your husband."
Huh? I gasped at the unexpected news. He wants to be with me soon, but he's always saying he can't divorce you. You're a burden, so just break up with him already. Huh? That's a good idea. Pay him the proper alimony and get out of this house. My son and I will be living together, so just get out of here already. That's Right. Get out. The man who was called her son shouted in unison next to the woman. While I was being blamed, the two of them left. What was that? I had no choice but to follow quietly. When I calmed down, I immediately understood the situation from earlier. Ah, that's what it was. The reason my husband suddenly broke up with her was because of that woman. He was cheating on her. It might be too early to call it a love affair, but maybe that's how it was. Now that I think about it, he's been putting a lot of effort into his fashion lately. Judging from the way my husband acts, he must be quite involved. I wonder if he plans to divorce me eventually. He hasn't shown any signs of it yet, but maybe he is. I decided to seriously consider the possibility that I need to prepare for the end of our marriage. Should I tell my husband about their visit, or should I keep it a secret and try to gather evidence of his infidelity? As I was taking a deep breath, my husband spoke to me, which was unusual for him. Those are the results of a medical checkup, right? It's embarrassing to have to go through a detailed examination. You too, right? Shut up, quote. My husband looked at my medical results, which were in front of him, and made a face. In fact, my husband's medical results had arrived the other day, and they showed signs of a detailed examination. Even though we're both getting older, it's certainly embarrassing results for both of us. I decided to put the issue of my husband's infidelity on hold for now and think about it carefully. First and foremost, I need to be healthy. I made an appointment for a follow-up examination. My husband was reluctant to go, but he agreed to come with me because he was curious. A few days after the examination, I went to the hospital to hear that the results were out. My husband told me to go and ask him, so he didn't go with me. When I entered the examination room, he greeted me with a serious look on his face. A bad feeling. It was exactly right. I don't remember how I got home on the way home. All I could think of was the days I had spent with my husband up until then running through my mind like an island. I thought my feelings for him had faded, but I guess some affection still lingered. I found myself in tears at the unexpected turn of events. How should I explain this to my husband and children? I agonized over it, but I couldn't think of anything. Late at night, I was sitting in the living room, daydreaming, when my husband came home. I wondered if he had been with his mistress again today. As usual, my husband didn't say anything, so I called out to him. I have something important to tell you. He must have sensed my determination to not say anything. He sat down across from me, a little bewildered. How should I bring it up? Before I could say anything, he spoke first. What do you mean, talk? I'm busy. Are you saying you want a divorce? Never mind. If you pay me alimony, I'll divorce you right away. Yes. You already know, right? I've been cheating on you. Yes, I'm crazy about her. She's young, beautiful, and a great cook. Her son is a great boy and calls me his father. I really regret marrying you. I should have married a more beautiful, kind, and gentle woman who would respect me. My husband immediately said, I'm sorry. She's a mean-looking, nasty, and murderous woman who will destroy you. You know yourself well. Come on, that's not what you're concerned about. I'm going to tell you straight.
I'm not thinking about divorce. What, is that not true? Not yet. This is something more important. I was told this at the hospital today. When I said my wife will live for 6 months, my husband was dumbfounded. Please listen calmly. According to the results of the detailed examination, it seems to be quite dangerous. 6 months means that if I leave it as it is, I might need treatment for several years. The doctor said, seriously? I'm going to take it. It's funny, quote. My husband started laughing so hard that I couldn't continue explaining in detail. Oh, no. I was so shocked I went crazy. Of course. 6 months. I couldn't believe it either. Even if I didn't have any symptoms now, they would start to appear more and more. If you're going to get treatment, do it sooner rather than later. Oh, never mind that. I get what you mean. I don't care about treatment and I'm not going to pay for it. I'm shocked that he would say something so offhand. But my husband is still laughing. He was going to say that we would spend some time together as a couple as our last memory, wasn't he? When he said that, I realized. I see. I nodded in agreement. That's right, it's impossible. I absolutely don't want that. I tried to continue by saying that I would do that if possible, but my husband cut me off again. Why are you so excited? Just 6 more months. I'll do what I want, and I don't care what happens to you. My husband stood up and said that. You're leaving the house. You're not just leaving me, you're leaving the kids too. The kids are adults now. My role as a father and husband is over. I can't stand being with you even for another 6 months. No, I don't want to put up with it because it's only 6 months. Ignoring my surprised husband, he started packing his belongings into his bag. Are you going to live with her? Oh, I can't believe it's only another 6 months. This is a blessing from God that makes me so happy. You say I'm happy? Oh, I can't help but be happy. In another 6 months, I won't have to see your face. There's nothing more wonderful than that. The moment my husband said that, all the little affection I had left inside me disappeared. How could I have any affection when I'm hated this much? There's a part of me that seriously wants a divorce. But that's just another 6 months. I'll have to put up with it. I clenched my fists tightly. See you at the funeral in 6 months. With those words, my husband left. After that, there was no news, and 6 months passed in the blink of an eye. Then my husband suddenly appeared. He was accompanied by the woman he had been having an affair with and their son. What's wrong with you? The husband in my memory was completely different from the man in front of me. He had lost a lot of weight, and his complexion was beyond bad. It was completely pale. His face was pale and his eyes were unnatural. Ah, it's been a while. Even his voice had changed completely, and he looked hoarse. It was as if he had aged 20 years in an instant. My husband gave me a weak smile as I was surprised. It's been about 6 months. I thought he had already passed away. How long are you going to live? Huh? I tilted my head, not understanding what my husband was saying. You look fine, but I'm sure you'll be called away soon anyway. As soon as you're gone, we'll move here. What are you talking about? You have me and the kids. The kids are already adults. Get out of here as soon as possible. I'll take over this house, so don't worry. No, that's why I'm living there. Hey, old lady.
The woman's son stepped forward, pushing her husband aside. Your life is almost over, so it doesn't matter when you leave. Get hospitalized or go to the weekend ward and get out of here as soon as possible. This is our home. The woman followed suit. Yes, that's right. Our apartment lease has already been cancelled. If you don't move out by the end of this month, we'll be in trouble. You sick people should go to the hospital right away. My husband and I couldn't take what the woman and her son were saying seriously. That's when he raised his thin arm, barely more than a skeleton, and pointed at me. By the way, your body is really well built. It's been half a year since then, so why are you still so shiny? I've been feeling really sick lately and have no appetite. At that moment, I understood everything. My husband's had completely misunderstood. I see. That's what it was. It fell into my chest like the last piece of a jigsaw puzzle falling into place. I couldn't hold back my laughter and burst out laughing. What are you talking about? I'm healthy. Of course I'm shiny. The three people in front of me were surprised when I suddenly started laughing. But they thought I was just pretending to be strong, and they started talking about whatever they wanted. Hey, that's what I should be saying. You're going crazy because you're getting close to the end. You're right. I hate it when you go crazy for 10 seconds. Get out of here quickly, Mom. My room should be the biggest one on the second floor. Yeah, well, that's fine. Hey, how much does your wife have in savings? Oh, that's right. The kids work and contribute money, and she earns money too. I think she has quite a bit. So, can we go on trips every month? We can? We can. The three of them are having fun, leaving me behind. What are you doing misunderstanding things and saying whatever you want? Listen carefully to what I have to say. You're going to hell. I decided to confront them with the truth. Too bad. I don't think the three of you should go on trips together. Huh? What are you talking about? You. So you've manipulated the will so that all the inheritance goes to the children. That's too bad. Since we're still married, I have the right to claim compensation. I'll return every word you said to me. It's not me whose life is nearing its end. You've been my wife for 6 months. Huh, that was 6 months ago, so you're no longer my wife. Yeah, what's going on? This is exactly what they mean by a sudden surprise in a clear sky. My husband's face turned as white as it could possibly be. I told him exactly what the doctor had said 6 months ago. His wife is perfectly healthy. But his husband is beyond help. His wife's name is 6 months. Even if he undergoes long-term treatment, it will probably only be a few years. I wonder if treatment is really worth it. That's what he said. That's ridiculous. You're kidding me, right? It's not a lie. Why don't you bring me the diagnosis results? You never said anything like that. It's because you left without listening to me properly. And you've ignored me no matter how many times I've contacted you for the past 6 months. It's not my fault. That's a lie. You're kidding me, right? Even though he said it was a lie, my husband must have remembered it. All the strength drained from his completely thin body. He had been told he only had 6 months to live, but isn't he actually still quite healthy? It wouldn't be strange if he couldn't walk anymore. The woman he was having an affair with and her son stepped forward again, overcoming her husband's silence. Both of their expressions were pale. What's going on? What on earth are you talking about? Maya-san being a wife for 6 months. It seems my husband misunderstood,
but I'm healthy and will continue to live in this house for a while longer. My husband was told he'd been a wife for 6 months during his medical checkup 6 months ago. Isn't it getting dangerous now? The two of them turned pale at my words. You're kidding me. Are you telling me to go back to being that shabby guy? Mom, didn't the management company say that the next tenant has already been found? They told me to move out by the end of the month. What should I do? Contact the management company right away. That's why they said it's impossible. What are we going to do? Where are we going to live? The confused woman turned to her husband. Hey, Maya-san, that's not what you said. What are you going to do? How much longer do I have left to live? The woman he was having an affair with and her son were screaming and making a fuss. My husband continued to mutter to himself, stunned. It was chaos at this point. Well, that's how it is, so please leave. You too. With that, I tried to close the front door. At that moment, I saw my husband jump up as if he had suddenly come to his senses. Ignoring him, I closed the door, and heard the sound of knocking in my husband's pitiful voice. Hey, open the door. What should I do? If I start long-term care now, will he still live? Oh, man, this hurts. My head hurts. Oh, crap. I thought it was just the wind. Should I really call an ambulance? I thought it would be better to do the bare minimum as a human being, but I definitely didn't have any feelings left. Hey, let me in. And take care of me. You're my wife, aren't you? It's your job to support me. My husband's cheerful voice, which was even more energetic than I had expected, easily blew away those feelings. Have you forgotten something important? I asked through the door. Huh? I told him so. This house is in my name, but did you forget that I inherited it from my parents? Huh? Oh, yeah, that's right. Hey, did you really forget? Besides, you keep saying you're my wife and my husband, but when you left home, you said that my role as a father and husband was over. That's why I won't support you, who isn't my husband. Please leave. Wait a minute. Give it to me. Help me. What's going to happen to us? What about my room? The three of them yelled for a while on the other side of the door, but they were taken away by the police who had arrived after being called by a neighbor. And so my husband and I got divorced. After 30 years of marriage, I had thought that I wanted to send him off as his wife at the end, but the moment I saw him return, expecting me to go to the other world, those feelings disappeared like bubbles, and I decided to get a divorce so easily that even I was surprised. It was a sudden break between us, as if 30 years had never happened. My husband cried and clung to me until the very end, but somehow I couldn't help but feel as if it was happening to someone else. The woman he had an affair with and her son were furious at the unexpected turn of events, and they ran away, abandoning my weakening ex-husband. They can only live in a shabby, one-room apartment, and it seems they are forced to lead a hard life with their son, who has grown up and won't work. Normally, I could have sued for compensation, but I decided not to because it was too much trouble. I don't think they will pay me properly anyway, and I won't be able to live a peaceful life unless I am reborn. So I'll just leave him alone. I don't know what will happen to my husband. Even if I try to get him to live with me now, it will be like water in the night sky. I don't have the money to go to the hospital ward on the weekends. He told me that he would be staying at his uncle's house for a while, but it seems that his uncle's family is also annoyed by it. And then one day, he stopped contacting me. There was no news that he had died. My children left our house and started new families. I am living happily surrounded by my grandchildren, but I don't know when the time will come for me.
I want to be someone that everyone will miss when that time comes. I want to end my life with everyone seeing me off. I had this dream while lounging on the veranda where the sun shines. The woman's short scream dyed her sky blue kimono bright red. The man in front of me laughed devilishly. Don't come to a happy occasion because you're infertile. What if everyone sees your infertility? You're crazy. This guy is my ex-fiancé. Of course, don't think I'll just live here for free after doing this. I'm a 30-year-old teacher at Eureka Kindergarten. I've fulfilled my childhood dream, but it's a lot more work and stress than I thought, and I work every day panting. Even so, the children are obedient and cute. When someone tells me they love Eureka-sensei, all my fatigue disappears. This job is a career change. And yet, I have a fiancé, Takagi, who is the same age as me. When I come home exhausted as usual at night, Takagi is lounging on the sofa, looking at his smartphone. Welcome home, Eureka. I'm hungry. Hey, Takagi, you're coming home first, so make dinner and wait for me. I just want to eat Eureka's delicious food. If he says such sweet things to me, I'll die right away. Takaki is the youngest of 3 siblings and is very good at being spoiled. He seems to be loved by his seniors at work. He is often well liked by clients in sales, and his sales results are always in the top 3. I am also caring enough to have become a kindergarten teacher, so I end up spoiling him. Still, I thought he would work hard at home when we got married and had children. Dreaming of a bright future, I took on all the housework at home despite my tired body. However, it seems that while I was pushing myself too hard at work, my body was being eaten away by illness. I had already been suffering from heavy labor, but that month my lower abdomen hurt so much that I broke out in a sweat and couldn't move. I went to the hospital bleeding and was immediately admitted. Treatment was performed, but the doctor declared that it might be difficult for me to have a baby naturally in the future. I loved children and had taken it for granted that I would someday have and raise my own children, so I was shocked. When I returned to work and took care of the children, I felt like crying at the thought that I might not be able to hold my own child. But Taki was frank and said, "Well, I don't like children." He never blamed me for my illness, but he didn't care about my body or my feelings. He made me cook, do the laundry, and do whatever he wanted. Just when I was starting to seriously consider holding off on the wedding, Takaki suddenly changed his mind. No marriage after all. What? Takaki just laughed and scratched his head at my speechlessness. No, I've thought about it a lot, but it's tough to be a woman who doesn't have children. I can't stand the thought of never being able to hold my own child. But he said that if I treated it, there's still a chance. The doctor said that infertility treatment costs a lot of money. Who's going to pay for that? I have to work. You're saying I should use your earnings for treatment and pay for all the living expenses? That means I'm a burden too. That's true. When he blames me like that, I'm in a weak position and can't say anything back.
Takagi lashes out at me as if to mock me. Fine. You're the one who's suffering. I'm the victim. If I marry someone other than you, I can have a cute child without spending any extra money or time. Please break up with me. My mother and I would be sad if my wife was infertile. In the end, the engagement was broken off without any compensation from either party in exchange for not telling anyone about my illness. 6 months later, Takagi married the daughter of a company president. Apparently, sometime after my illness was discovered, the president of Takagi's business partner suggested that he date his daughter. It seems that the president of the business partner was unaware of my existence as his fiancé. When Takagi weighed me against the president's daughter, he naturally chose her. When I found out about this, I felt like going crazy with regret. But there was no evidence of cheating or cheating, and all I was left with was anger that I had nowhere to direct. I hated Takagi for abandoning me and cursed my sick body, and every day I came home from work and cried in bed, passing each empty day. It was my friends from high school who saved me from this terrible situation. Even though they were busy with work and family, they invited me out for drinks and trips to take my mind off things. I've always thought that Yuiko was a waste of a man with no sincerity like that. That's right. There must be a man who is more compassionate and kind to Yui. In fact, I'd like to marry him. He makes miso soup for me every day. Thanks to my friends who get angry, cry, and laugh for me, my heart gradually heals. That's right. He doesn't make dinner. He leaves his socks on the floor. I refuse to accept a man who is so empty-headed and chooses a young woman with money over his girlfriend of many years. I can be happy without a man like that. That's right, what do you think? My friends happily support me as I declare this while raising my beer mug. That's right, there's no need to be fixated on a man like that. It's a waste of time to be manipulated. Even if I get sick, I'm still me. There are many ways to be happy. I'll become happy and forget about that man. This is the best revenge. Thanks to my friends, I was able to fully open my eyes and enjoy my life to the fullest from then on. I also met a man who proposed to me even after learning about my illness, saying he wanted to be with me. I married Hiro and we are living a happy married life. 5 years have passed since Takaki abandoned me. One day, I was interrupted at my cousin's wedding and saw a face I never wanted to see again on the groom's friend. It's Takaki. The world is so small-minded, having a friend of a relative as your ex-fiancé. I felt a surge of emotion welling up from the depths of my heart, but I couldn't ruin my precious servant's happy party. I suppressed my dark feelings and ate quietly at the designated table so as not to be in Takaki's line of sight. However, when I got up from my seat alone for the dessert buffet, Takaki came up to me with a big grin on his face. Okay, it's been a while. Yeah, what's wrong? You and I are not getting any attention. Your last names on the form have changed, but you got married, right? I'm surprised you were able to get married without even burying your children. I felt disgusted by Takagi's smirking disgust. It was a celebratory occasion. I swallowed the words I wanted to say and calmly stated the facts. It's not like I don't want to bury my children. Sigh. You're such a filthy woman, but you're saying such things. Did you tell your husband that and hide your infertility to pressure him into marriage? Of course not. I wonder. I feel sorry for your husband. He was fooled by someone who couldn't even fulfill his duties as a woman. Go ahead,
Imagine whatever you like. Sigh. Not wanting to make things worse, I tried to quickly leave the place. However, it seems that Takagi didn't like my attitude. The next moment, there was a splashing sound and everything in front of me turned bright red. A scream erupted from a woman nearby. I, who had been taken advantage of by the sudden turn of events, finally understood what was happening when I smelled the pungent smell of alcohol. This man had poured wine on me. I couldn't believe it. Seeing me staring at him, Taki shook the now shelled cup with a smug look on his face. Don't come to a happy occasion like infertility. What if everyone sees your infertility? You've really lost your sweetheart status, and I was about to confront Takagi. However, my new father noticed the commotion before me and rushed over, dragging his wedding dress along with him. Are you okay, Yuka? I'm sorry. It's a celebration. More importantly, you have to blow it quickly, you're pregnant. What? Takagi was dumbfounded when the pale-faced priest wiped my face and kimono with his hand, not caring that my wedding dress would get dirty. What are you talking about? This guy is infertile. What are you talking about? What are you thinking, pouring alcohol on a pregnant woman? Why yes, that's why he got pregnant. What? When I did, Takagi's eyes widened as if they were about to spill. Yes, there's a baby in my belly. I wanted it so badly. My baby. It's a lie, it's a lie, it's a lie. Your belly isn't big at all. It's only 5 months. Hey, then show me some other evidence. It's proof that a veiny girl like you has a baby. Taki gets angry, her veins bulging and foaming at the mouth. Why do I need to show you evidence? In any case, a man who pours red wine on a pregnant woman and goes crazy at a wedding is nothing but a dangerous person. The staff who have quietly gathered around Takaki seem to be very drunk, so they put their arm around Takaki's shoulders and politely try to guide him to another room to rest. But he gets violent, so in the end, several people force him out. Talk. It's this lying woman who should be arrested. Damn it. My kindergarten students are more obedient now. What was so good about that guy that I dated him? Thinking about that made me a little stern. I coldly watched my ex-fiancé, who was exposing his body, leave while the female staff helped him with his kimono. The fatigue garden was temporarily halted due to Taka, but thanks to the flexible response of the staff, it ended safely and in a warm atmosphere. After all 3 rows had left, I called my husband who was at home and rented a room for the ceremony to discuss it with Taki. It seems that Taka had also called his wife as a guarantor, and when my husband and I entered the room, Taka had a sullen expression on his face and his wife had a straight face sitting on the sofa. Taka stood up when he saw me, and the next moment, his eyes widened as he saw the children hanging from my husband's arms. Mom, can I eat this candy? Mom, can I draw? Sure. Just wait quietly over there with Dad. Oh, those children are drawing a town in the corner of the room, and Taka stabs them while waving his fingers. My children, of course. Yes. The child in my belly is already my 3rd. In fact, I had miraculously conceived twins naturally shortly after getting married 3 years ago. I myself had never imagined it, and I didn't even realize it until the tug came. When the pregnancy was discovered, the couple shed tears of joy together. Moreover, it seems she and her husband are very compatible. The child she is currently carrying was conceived naturally.
Her parents, who had given up on having a grandchild because of her illness, were overjoyed and worshipped her husband like a god or Buddha. Taki must have been in such a shock that she wouldn't take her eyes off the children. Got it? My body makes it difficult for me to have children, but it doesn't mean I can't. That's not right. You just can't believe it? To be honest, the way Takaki mutters to himself is quite strange. The woman sitting next to him looks at Takaki's profile with a worried expression. I wonder how big of a deal it is that the ex-fiancé she dumped has given birth to a child. How big is Takaki's child now? 4 or 5 years old. Fuki's expression changes all at once. From her expression, I can see why she doesn't want to believe that I'm pregnant. Huh? Are you sure you don't have a child? Takaki is at a loss for words at my words that slipped out without thinking. Then he points at the woman sitting next to him and barks. It can't be helped. My wife is having trouble getting pregnant. But I sat there in silence, pale-faced. For the first time, my wife spoke up. But Taki wouldn't forgive her. Are you making excuses again? It's a woman's job to give birth. You're bringing shame to Kanmei. I was irritated by his abusive words, as if he was trying to force me to give in. Do you think women alone can fill the gap? I laughed at the man who was opening and closing his mouth with a red face if I started over from the 4th grade. He wasn't concerned about having children when we were engaged. He must have been more concerned about the fact that I was infertile than about the fact that I was infertile. The reason such a man has become so obsessed with infertility is probably because he blames his wife for not being able to have children with him and verbally abuses her. He's trying to gain the upper hand in his rich wife's house by doing this. What a terrible person he is. I ignore the man who is barking loudly and look him in the eyes. Madam, has this man ever been to the hospital? No, he has. There's no way a man who makes so many women infertile would cooperate with treatment. But if there's nothing wrong with his wife's body, then the problem must be with her. His wife glanced back at me. I felt a little strength in her eyes. That's right. That's right. His wife carefully mulled over her words, as if she was talking to herself rather than me. Naturally, Takaki was in a panic at the sight of his wife trying to regain her breath. Hey, what are you putting into someone else's wife? Stop it. There's no way I'm a picky eater. If you're confident that you're healthy, you can go to the hospital with confidence. The rest, you and your spouse should discuss it. I'll charge you for the kimono cleaning service after the cleaning is done. Your wife, I've recorded everything we've talked about here, so please let me know if you need anything. Yes. Leaving Takaki, who turned pale at my revelation, and his wife, who bowed slightly, I stood up with my husband and children. Are you okay? Yes, thank you. Mom, let's go home. Let's go home. As the 4 of us walked home together, hand in hand, I felt Oki-san's quiet gaze on us. A month later, the wife contacted me through the groom's father, asking for the recording. When I saw the wife for the first time in a month, she had collapsed, but she still looked refreshed. After that, I told my parents everything, and they and my brother took my husband to the hospital. It seems that my husband was the cause of my infertility. It seems that if I had been tested when I was younger, there would have been treatment options, but it's his own fault.
I don't have any problems later because my brother is there, but after 5 years of assuming I was infertile, I don't love him anymore. My parents are also very angry at him for being an unfaithful man, so I think we'll end up getting a divorce. Yes, you're still young, so you can always start over. I know you can't imagine it right now, but someday I hope you find a better man than that guy and experience a warmer life. Yes, thank you. She bows politely to me, even though I'm in a delicate position as her husband's ex-fiancé, and I really feel that she's well-mannered. Feeling like we had both fought the same battle, I reached out my hand and she gently shook it back. We both burst out laughing at the strange situation. If she could hold my hand and smile, I knew I could find happiness on my own in the future. Then, a month later, I received a message from her saying that she had divorced. After I was satisfied with that email, I immediately sent Takagi a bill for 2 million yen for the cleaning of her kimono and wedding dress. Of course, Takagi contacted me in a different place, so I went to a family restaurant to talk to her. When I saw Takagi again after 2 months, she had become even thinner than before and her hair looked like it had changed. What the heck is this amount of money? There's no way a cleaning service would be this expensive. My kimono costs 300 yen and my suit costs around 2,000 yen. Can you not put it together with your cheap suit? My kimono is a security that I borrowed from my husband's mother. It's a security. But I didn't get the wedding dress dirty. The wine that spilled on the floor when you scattered it stained the hem of the wedding dress. They say you have to pay for the stains of love. Oh, that's how Taka's shoulders slumped in disappointment. Seeing his despair-stricken appearance, I couldn't help but think that he deserved it, so I put an end to it without asking any questions. I'll pay it back to you, so pay it within a month. If you don't pay, you'll be taken to court. Hurry, hurry, hurry. But he let out a scream-like cry. Wait a minute. You know this too, right? I'm divorced and have no problems. I'm having trouble with being looked down upon at work, so I'm eating lunch. He got what he deserved after bullying the daughter of the president of a business partner. But don't you think he's a pitiful person? They abandoned me as soon as they found out I couldn't have children. You abandoned me too, thinking that an infertile woman is worthless, didn't you? Oh, yeah. Don't complain anymore. It's bad for the baby in my womb. Well then, I hope we never meet in court. Yeah. I leave Taka, who is speechless as a faceless man, at the register and pay for my own drink bar. A rainbow appeared in the sky after the rain on the other side of the automatic doors, and I felt happy as if it was praising my efforts. 3 years later. Congratulations. You're pregnant. Oh, when our third child was big enough to run around, we found out that I was carrying a fourth life in my belly. Yes, it's a little sister. No, it's a little brother. Surrounded by our innocently happy children, my husband and I were speechless. Even the doctor at the Mifune family, who had been taking care of me since I got sick, smiled wryly. It seems like it would be best to take your husband to Koho Shrine. Oh, when my illness was discovered and my fiancé abandoned me, I felt depressed, thinking that there were no dreams or hopes for my future. But because I didn't give up back then, I'm able to live a life filled with such happy surprises. Thank you for coming to Mom and Dad. With a feeling of affection, I gently stroked my belly, which was carrying a small light.
あの人は介護の仕事を見下した。介護士の私を汚いと言い、新築の家に入るのを拒絶するのだ。自分の母親の介護を他人に丸投げし、セレブ生活を満喫する義理の姉。介護を馬鹿にする者は介護に泣くのよ。人生の逆転劇。とくとご覧あれ。私は佐藤陽子。40代の専業主婦だ。私が結婚したのは5年前。当時、私は介護施設で介護士をしていた。そこに介護機器の営業で来ていたのが夫の裕二だった。裕二は優しい性格。サポートを必要としている人に親身で好感が持てた。そして何度か顔を合わせるうちに言葉を交わすようになり交際がスタート。結婚することになった。裕二は3人兄弟で上に5歳上の姉。下に3歳下の弟がいるが、すでに結婚して家を出ていた。父親も他界しており、実家では義母が一人暮らしだった。裕二は長男で、私は義母との同居も覚悟していた。結婚の挨拶に行くと、義母は私を心よく迎えてくれた。同居？そんなのしなくったっていいわ。2人だけの新婚生活を楽しみたいでしょ。私は元気だし、うちのことは気にしないで。そんなことを言ってくれる義母だった。逆に、私への当たりが強かったのが、義理の姉の美香さんだ。彼女はすでに結婚して家を出ていたが、自宅のアパートが近いということで、毎週のように実家に来てはご飯を食べたりしているようだった。結婚の挨拶に行った時も実家にいて、私を品定めするように、あなたが裕二のお相手？見た目からして地味ね。介護士ってことは、やっぱり汚いことをするんでしょ？と言ってきた。婚約者が見下されているというのに、裕二はニコニコするだけでかばってくれない。どうやら、兄弟の中で、裕二の立場は弱く、姉になかなか言い返せないようだった。まあ、兄弟仲が悪いよりはいいだろう。私も義士とそんなに親しくなれるとは思えなかったが、毎日顔を合わせるわけでもないし、この時は特に問題ないと考えていた。それに、私の服装やメイクが派手ではないのは真実だし。一方、彼女は専業主婦と聞いていた割には派手めな服装でメイクも濃いめだった。ブランド物を好んでいるようで、高級バッグや靴をよく身につけていた。おしゃれをすることにお金を費やし、なるべく食費を浮かそうとよく実家に来ているらしかった。まあ、何にお金を使うかは人それぞれだ。それに、娘がよく遊びに来ているから義母も寂しくないのだろう。私たち夫婦は義母の言葉に甘え、結婚後は賃貸マンションで新婚生活をスタートさせた。二人の生活は新鮮で楽しく、休日にはいろいろなところに出かけた。そしてたまに実家にも顔を出した。すると、義士も当然のようにその場にいて手土産を持っていくと、またケーキ？たまには和菓子くらい持ってきなさいよ。共働きなんだからケチケチしないで。と、毎回文句を言うのだ。姉に気弱な夫は、そんな私をかばってくれない。それでも私が、これ、今人気なんですよ。と言うと、ありがとう、陽子さん。と、義母がニコニコしながらお礼を言ってくれる。義士はその菓子を黙々と食べるのが習慣化していた。彼女と仲良くなれないまま1年が過ぎたある日、夫に突然電話がかかってきた。なんと、お母さんが突然倒れ、救急車で病院に運ばれたという。私たちは急いで搬送先の病院に向かった。医師の説明によると、脳梗塞を起こし、命に別状はないものの、右半身に麻痺が残るかもしれず、実家での一人暮らしは難しいとのことだった。夫は姉と弟と3人で今後のことを話し合い、取りまとめたのは長男である夫だったが、兄弟たちは介護に非協力的だった。義弟夫婦は、花から介護に参加する気はない。俺たち無理だから。だって他県に住んでるんだぜ。それにもうすぐ赤ちゃんが生まれるし。確かに義弟の奥さんは今妊娠中だ。だから体力を使う介護を頼むわけにはいかない。義母の介護は私たち夫婦か義士夫婦ということになるわけだが、義士も非協力的だった。介護は陽子さんがするべきよ。長男の嫁なんだし。
なんたって介護士でしょ？資格を役立てなさいよ。と言う。確かにその通りだけど、私にも仕事がある。だから私は、お姉さんも手伝っていただけると助かるんですが、私の仕事中はお母さんについてもらえませんか？と提案した。義士の自宅は実家に近くよく遊びに行っている。しかも専業主婦だから比較的時間の融通も利くだろう。ところが彼女は、あら、陽子さんは自分たちの都合しか考えてないのね。私だって専業主婦だけど忙しいの。人のことを暇人みたいに言わないで。と反論してきた。さらに、親の介護は長男夫婦の役割。私を巻き込まないで。と言ってきたのだ。そして義弟も義士の意見に賛成し、そうだよ。母さんのことは兄さんたちが面倒見ればいいじゃないか。と丸投げしてきた。結局、私は夫に頼まれる形で仕事を辞め、義母と同居することにした。もともと結婚の時に覚悟していたので、同居という点では素直に受け入れられた。しかも結婚して1年だが、義母との関係は良好だったと言っていい。義母は義士にいろいろ言われる私をフォローしてくれるので、義母が大変な時には少しでも役立ちたいと思っていたのだ。私たちは義母の退院に合わせ、夫の実家に引っ越した。義母は右半身に麻痺が残った状態だったが、それ以外は元気だった。陽子さん、こんなことになってごめんなさいね。私もできることはなるべくするから。と言ってくれたが、やはり右半身が使えないと日常生活は一人ではできない。トイレやお風呂は介助が必要で、もともと右利きだったため、最初は食事もうまくできなかった。やはり同居して正解だと思った。義母と私たち夫婦の生活は一変したが、ほとんど変わらなかったのが義士だった。義母が介護が必要な状態になったというのに、相変わらず毎週末実家を訪ねてくる。当初は義母の介護を手伝いに来てくれるのかと期待したのだが、全くの誤算だった。目的はご飯。しかも夫婦揃ってやってきた。陽子さん、お夕飯はまだ？今日は何を作るの？私お肉がいいわ。は？彼女の夫もそんな妻の態度が変とは思っていないようで、ゆうじくんの奥さんの料理、何が食べられるのか楽しみだな。などと言う。しかも、お酒はビールにしてちょうだい。私は義母の食事を介助するが、義士夫婦は自分たちのペースで普通に食事をするだけ。手伝おうかの一言もなく、しまいにはテレビを見て笑いながらお酒を飲んでいる。何もせず、一通りくつろいだら帰っていった。そんな義士夫婦に違和感を感じ、私は帰宅した夫に相談した。ねえ、お姉さんたち本当に何もしないんだけど。そうなの？夕飯食べて帰ったわ。しかもお肉がいいってリクエストまでして。へえ、おかしくない？お母さんの様子を見たりしてくれるのかと思ったのに。まあ、落ち着いて。姉さんは親父が亡くなってから寂しい思いをする母さんのそばにいて、母さんもそんな姉さんを甘やかしていろいろしてあげたんだと思う。姉さんからすると、いろいろしてもらえるのが当たり前になっているのかも。俺から話してみるよ。夫は義士と話をしたらしいのだが、彼女の態度は変わらず。だって、プロの介護士がついているんだから手を出す必要ないでしょ？それに私、ネイルだってしているし、この服だって高いの。汚したくないわ。などとのだまう。そんなこんなで私のストレスは溜まっていった。そして同居を始めて1年くらい経ったある日、義士が機嫌良さそうに実家を訪れ、実は新築戸建てのマイホームを購入することになったの。という。今住んでいるアパートが老朽化で取り壊されることになったので思い切ったらしい。それで、陽子さんたちにお願いがあるの。2ヶ月だけ同居させて。は？義士の申し出は想定外のものだった。新築が完成する前にアパートが先に取り壊されることになっててね。その2ヶ月だけ別の借家に住むのはもったいないでしょ？ああ、来た。彼女は自分の持ち物にはお金をかけるが、それ以外はドケチを通り越している。まあ、お願いっていうのは物の言いようでもう決めちゃったの。だってここは私の実家だし。お母さん、いいでしょ？義母は、
陽子さんがいいって言うならね。と、私に一任したのだが、彼女はなぜかそれを OK と捉えたらしい。もちろん、姉に物が言えない夫が反対するわけもなく、義士夫婦はしばらく同居することになった。そして予想通り。いや、それ以上に、彼女は何一つしなかった。食事の支度や掃除はもちろん、自分たちの洗濯もしない。これはあなたたちのと分けてね。それから、これは手洗いだから別でよろしく。食事についても。私、ダイエット中だから、糖質少なめでよろしく。と言ってきたり。だからって質素なメニューは嫌よ。と注文されたり。そして介護についても全然だった。私が買い物に出ているとき、義母がトイレに行きたいと言ったのに、陽子さんがもうすぐ帰ってくるから我慢しなさい。と待たせたらしい。そして義母は待ちきれずに下着を汚してしまった。ごめんなさい。義母は謝ってきたが、謝るべきは義士だ。なのに彼女は、陽子さんの買い物が遅いからこんなことになったのよ。介護士失格。と私を責めるだけ。しかも生活費を入れてくれているわけでもない。家ではゴロゴロし放題で好きな時に買い物や美容院、ネイルサロンに行っている。専業主婦というよりまるでセレブ妻だ。でも夫に相談したところでどうにかなるわけでもない。義士夫婦が出ていくまでもう少し。今揉めて家族で仲違いするより少し我慢すればいい。あとちょっと。そう思い続けて、とうとう義士夫婦の新築が完成した。来週引っ越すわ。と彼女が言ったとき、こき使われる生活から解放されると思うと死ぬほど嬉しかった。義母の介護は変わらないが、食事や洗濯の量は元に戻るし、ケチをつけられることも減るはず。彼女は、やっと新しいピカピカの家でゆっくり寝れるわ。この家は古いし、臭いし、使えない嫁もいるし、くつろげなかったのよね。なんてケラケラ笑う。は？私は開いた口が塞がらなかった。そして引っ越しの日。トラックに大荷物を積み込んだ義士は、じゃ、新築祝いでも用意しといてね。と、にこやかに出て行った。正直、義士夫婦はこの2ヶ月、生活費を一切渡さず、のうのうと暮らしていただけ。お祝いなどしたくなかったが、そういうわけにもいかないだろう。義士夫婦はお酒が好きなので、ちょっと高級なペアタンブラーを送ることにした。引っ越しから1週間ほど経った頃、珍しく義弟から夫に連絡が来た。姉さんたちの新築のお祝いがあるでしょ？子供もまだ小さいし、俺たちは行けないんだ。代わりにビール券でも渡しておいて。え？義弟のそっけない態度にも驚いたが、義士の新築祝いに私たちが招待されていないのが衝撃だった。引っ越しの時はバタバタしていたし、伝え忘れていたのかも。祝いの品は買ってるし、お祝いをするなら他の親戚の人たちと一緒に渡した方がいいだろう。そして、義弟から聞いた新築祝いの日。義母はその日、病院でのリハビリ治療の予定が入っていたので、夫が後から連れてくることにして、私一人が一足早く祝いの品を持って義士の家を訪れた。さすが新築。そんなに大きくはないが、綺麗な外観をしている。インターホンを押すと、出てきた義士がびっくりした顔をしている。え？どうして？母は？あなたの旦那は？新築のお祝いがあるって弟さんに聞いたので、お母さんはリハビリ治療の後、夫と一緒に来ます。そして、弟さんは今日は来れないそうです。具体的に説明すると、義士は私が持っていた紙袋を奪い取り、その場で中身を確認した。お兄さんと一緒にお酒を楽しめるよう、ペアタンブラーにしたんですけど、それからこっちは弟さんからのお祝いです。封筒に包んだビール券を渡すと、これだけ？現金は？新築祝いは現金が常識でしょ？気が利かないわね。あっけに取られて何も言えずにいると、新築祝いは受け取ったからもう帰って。用は済んだでしょ？と来た。は？あなた、もしかしてうちに上がるつもりだったの？そう言って義士はくすっと笑いながら、これだから、資料の足りない人は始末に追えないのよ。介護ばかりしているってことは、汚物処理が仕事でしょ？
できたばかりの綺麗な家に汚物まみれの人間は入れたくないの。と言い放ったのだ。汚物まみれって私が？あなたの実の母親の介護ですよ。あなたはそれを汚いって言うの？もはや我慢の限界だ。じゃあ、私は帰らせていただきます。私がそう言うと、技師は満足げににやりと笑った。しかしその直後。じゃあ私たちも帰りましょうか。玄関先の私の後ろから声が聞こえた。え？驚いた彼女が私の後ろを見る。そこには、技師の旦那の姉である七子さんとその両親が立っていた。あなた今、お年寄りの介護を汚いって言ったわね。七子さんが技師を睨みつけている。そんなこと言ってません。はぐらかしたってダメよ。ちゃんと聞こえたんだから。あなた、私が介護士ってこと忘れた？私も家には入れてもらえないのね。七子さんの追及は鋭い。そういうわけでは。たじたじになる技師。それを見て七子さんは、そう言われたのと同じよね。ねえ、陽子さん。と私に話しかけてきた。は？うなずき合う私と七子さんの様子に彼女はびっくりしたようだ。陽子さん、七子さんと知り合いだったの？私は教えてあげた。前の職場で一緒に仕事をしていました。私が仕事を辞めるときもいろいろ相談に乗ってもらったんです。七子さんは私が職場でお世話になった先輩。でも、親族である技師との接点は少なく、私たちがもともと知り合いだとは知らなかったようだ。私も仕事を辞めてから連絡を取っていなかったが、今回の新築祝いのことを聞いて七子さんに連絡を取った。すると、七子さんが祝宴に招かれていることが分かり、今日ここで再会することになったのだ。あなたが実の母の介護を嫌って何も手伝わないんじゃ、嫁の陽子さんが介護離職せざるを得ないのは当然よね。七子さんは皮肉たっぷりに技師を責め立てた。それを聞いた彼女は、違うんです。私が手伝わないのは、介護のプロにお願いした方がいいと思って。と言い訳を続ける。24時間一人で介護しろなんて言われたら、プロでも無理よ。そんな当たり前のことがわからないの？七子さんの鋭い追及に彼女はとうとう黙り込んだ。私たちは帰るわ。陽子さん、またね。そう言って七子さんと彼女の両親は帰っていった。そうこうするうち、リハビリを終えた義母と夫、さらに他の親族も集まってきた。義母は技師を鋭い目で睨みつけた。あなた、なんてことを言ってるの？陽子さんは私の面倒を嫌がらずにしてくれているのよ。あなたと来たら何もしないで人を見下すだけ。さあ、もう帰りましょ。お祝いする気も失せたわ。義母はそう言って夫と一緒にくるりときびすを返し、それを目の当たりにした他の親族も戸惑い気味に新築の家を後にした。つまり、今日新築祝いに集まるべき人たちが、技師のとんでもない態度に呆れて全員帰ることになったのだ。それを見て慌てた彼女が放った一言。ちょっと、お祝いの品とお金は置いてって。呆れ果てるとはこのことだろう。親族たちは技師の言葉に一瞬立ち止まったが、天を仰ぎ、首を振りつつその場を立ち去った。翌日、技師が実家を訪ねてきた。お母さん、昨日はごめんなさい。到着するなり、私ではなく義母に詫びを入れた。義母に謝る相手が違うでしょと言われると、私が陽子さんに帰れって言ったのは、この家にお母さんが一人残されていると思ったからよ。いつもならこれで何とかごまかすことができたのだろうが、今回ばかりはそうはいかない。ミカ、もうごまかすのはやめなさい。あなた、私が何も知らないと思っているの？ボケたと考えているならそれは違うわ。義母は厳しい顔で技師を見つめている。すると、彼女はいつもの傲慢な態度をコロッと変えて、涙声で義母に訴えてきた。そんなつもりないわ。お父さんが亡くなって、お母さんが一人ぼっちになった時、ずっとそばにいてあげたでしょ？すると義母は、そうね。だからあまり言いたくはなかったけど、あなたの最近の言動は目に余るわ。陽子さんへの態度を改めないと、家族の縁は切りますからね。
ときっぱり。そんな。義士は私の方をぎっと睨んで、みんなあんたのせいよと怒鳴り出した。ユージがこの家に連れてきた時から気に食わなかったのよ。お母さんがこんなになったのだって、あんたが疫病神なんじゃないの？そんなやりとりをそばで見ていた夫はおろおろしながら、まあ、姉さん落ち着いて。と言うだけで全く頼りにならない。そんな夫を横目に、義母が私に味方してくれた。ミカ、口には気をつけなさい。私の病気は陽子さんのせいじゃないし、あなたのせいかもよ。何よ、私が全部悪いって言うの？こんなにお母さんに怒られるなんて。彼女は泣きながら家を出て行った。しかし数日後、慌てた義士がまたやってきた。陽子さんどうにかしてよ。は？話を聞くと、新築祝いのあの日以来、ご近所との付き合いがうまくいかないという。おそらく玄関先の私たちとのいさかいを見られていたのだ。ご近所では実母の介護をお物処理と言ってはばからない性悪娘と言われているようだ。やっぱり全部あんたのせいじゃない。新築で素敵な生活をスタートさせる予定だったのに、しょっぱなからご近所に変な噂を立てられて、外に出るたび白い目で見られて嫌なのよ。ああ、帰りたくない。反省なき彼女の言い草である。自業自得じゃないですか？と私が言うと、なんですって？これも全部あんたがあの日呼んでもいないのに来るから悪いのよ。この疫病神。と罵った。夫はおろおろするばかり。しかし、すぐ近くでそれを聞いていた義母が、もういいわ、ミカ。あなたはこの家から出て行きなさい。と、彼女に向かって毅然とした態度で言い放った。お母さん私を見捨てるの？なんでこの嫁の肩ばかり持つのよ。だって、陽子さんは何も悪くない。むしろ家族のためを思って行動してくれているのよ。何もせずに文句ばかり言うあなたと違うの。態度を改めないと縁を切るって言ってたでしょ？二度とうちの敷居をまたがないで。義母にきっぱりそう言われ、彼女は泣く泣く帰っていった。それから数年後、義士は離婚したと聞いた。ご近所付き合いも悪く、実家から縁を切られたことでストレスを抱え、そのストレス発散のためにブランド物を買い漁り、旦那さんの知らぬうちに借金が増えた。その借金がバレ、とうとう離婚を突きつけられたという。そんな彼女に思わぬところで再会したのだ。私は義士の旦那の姉である奈々子さんが始めた新しい介護施設で働くことになった。もともと私と奈々子さんが勤務していたのは全国規模で展開している有名な介護施設だった。勤務歴の長い奈々子さんは福祉法人の理事長の信頼も厚く、新しい施設の経営を一任されることになり、その新スタッフとして私に声をかけてくれたのだ。義母のこともあり、最初は断るつもりだった。しかし、義母も家にずっといるより、定期的にデイサービスを利用した方がいいと医師のアドバイスがあり、思い切って復職することにしたのだ。介護施設で働く、そんな私のもとに現れたのがあの義士だった。彼女は離婚後、借金返済のために夜の仕事をしていたそうだが、思ったように稼げず、生活習慣が乱れに乱れ、くも膜下出血を発症。そして義母と同じように半身不随の後遺症が残ったのだ。となれば一人での生活は無理。生活保護を受けながら介護施設を利用することになり、私たちの職場にやってきた。そんな彼女は当時のド派手な容姿は見る影もなく、あまりの変貌ぶりに最初は気づかなかった。昔は濃いめのメイクにネイルもして高級品を身につけていたが、今や髪はボサボサで化粧っ気の消えた顔に深いシワが刻まれていたからだ。彼女の変わり果てた姿は衝撃的だった。身寄りもお金もなく、見た目を気にする気持ちの余裕なんてないのだろう。私との思わぬ再会に彼女は顔を歪めたが、介護を受ける立場を思えば、あの時のような減らず口は叩けないはずだ。だって、ここを追い出されたら他に行く当てなどないのだから。介護をあんなに卑下していた彼女本人が介護なしでは生きていけない立場になるなんて、人生何が起きるかわからないものだ。そして私はあれから離婚した。義母のことは好きだったが、優柔不断で決断力がない夫とこれから一緒に暮らす気が失せたからだ。
離婚の条件として、義母の介護は私が責任を持つことになり、施設の完全介護を確保してあげた。何から何までありがとう。義母はそう言って涙を流した。私はいろんな制約からやっと解放され、自分の人生を謳歌することにした。今では、ななこさんの片腕として、施設の経営をサポートしている。休日にはホットヨガをしたり、ななこさんと温泉旅行に行ったりと、かなり楽しい日々を過ごせている。次は、あなたの出番よ。温泉に浸かりながらななこさんが言う。福祉法人の理事長が、また新しい施設を建設するらしく、その責任者に私が抜擢されるというのだ。そんな、責任者なんて。少し謙遜してみせたが、私的には自信満々だ。そしたら義母も連れて行こう。うん、それがいい。湯煙の向こうに幸せの明かりが見えた気がした。相変わらず地味な家だこと。こんな家に住むなんてどうかしてるわ。それにちゃんと掃除してるの？家の中も臭い。あ、介護してるあの人のおしっこね。思いやりのおの字もない傲慢すぎるあの女が私に向かって声を荒げる。夫の兄嫁、マキコさん。上等じゃない。猫の呪いであんたを奈落の底に落としてあげる。私はカオル。35歳の介護福祉士だ。特別養護老人ホームの常勤だが、週1回は訪問介護にも出かけている。家族は私と夫と猫2匹。夫の仕事は高校の生物の先生。愛病は保護施設から引き取り、我が家でのんびり過ごしている。子供はおらず、38歳までには何とか授かれたらいいなと思っている。自分の卵子を凍結保存している友人の話を聞いたので、私もそうした方がいいんじゃないかと考えているところだ。夫は2人兄弟の次男。兄弟仲はあまり良くないらしい。長男である兄とその奥さんは、我が家から車で30分ほどのところに住んでいる。義理の兄も仕事は教師で、担当は保健体育。夫の母も、教育者だったせいで、その息子たちもおのずと教師を選んだらしい。そんな家族の中で、死とつく職業をなぜか馬鹿にしている人がいる。義兄の嫁のマキコさんだ。私、死ってつく職業の人苦手なの。だって目立っちゃいけないし、おしゃれもできないでしょ？兄嫁からそう言われたとき、仕事以外ならなんぼでもおしゃれできるし、あなたの旦那さんも教師じゃない。嫌ならさっさと別れればいいのに。激しくそう思ったが口にはしなかった。私は言い返す気力も失せ、何のてらいもなく堂々と言い放つ彼女に驚いた。彼女は大手アパレル会社で働いていて、服装にはかなりうるさい。そして自分が認めない人は容赦なくこき下ろすのだ。昔、彼女に連れられて近所のおしゃれなカフェで食事をしているとき、窓越しに道行く人を見て、あの人のファッション全然なってないわ。どう思う？と私に質問してきた。他人の服装なんてどうでもいいのに。職業柄、どうしても他人のファッションに目が行くのだろうが、人の目をはばからず、大声で蔑むのだから始末に負えない。そんなこんなで、彼女を避けるべきだと思った私は、彼女から誘われても、仕事だとかなんとか理由をつけて断っていた。どうして私を誘うのだろう。想像だけど、彼女はあの性格だから、きっと友達がいないんじゃないかと思った。ある日、職場で仕事をしていると、彼女からスマホに電話がかかってきた。ああ、カオルちゃん、今度雑誌にね、私の企画が。電話に出るや否や、私の仕事を気遣うことなく、機関銃のように喋り始める彼女。本当に相手の立場を考えない自分本位の人だ。速射砲のような彼女の一方的な話を聞きながらそう思った。介護士の仕事着って、どこもかしこもジャージじゃない？ダッサすぎるんで、現場の人のためのおしゃれな仕事着を企画したんだけど、あなたのグループホームで試してくれない？
いつもダサい格好だって？彼女からすればそうだろうけど、私は介護の現場でおしゃれは必要ないと思っている。マキコさん、彼女は私の反論を遮り、モデルさんに来てもらったおしゃれな仕事着があるから画像を送るね。あなたの職場のアドレスに送るから必ず見てね。彼女はそう言い放って電話をガチャ切りした。そしてモデルが着たその仕事着の画像が送られてきた。彼女がおしゃれだというそれは介護現場に全くふさわしくないデザインなのが一目で分かった。一応上司にも伝えるべきだと思い、自分の義理の姉からの提案だと言うと、あなたも迷惑そうね。私から断りメールを入れておくわ、と言ってくれた。それから数日後。あなたの上司から断りのメールが入ったわ。どうしてそうなるの？彼女から抗議の LINE が入っていた。仕事をする人のテンションを上げる服装が不可欠だってことは常識でしょ？無知って嫌ね。出た。彼女の無知って嫌ね攻撃。勝とうが負けようが、彼女はどんな議論もその一言で終わりにするのだ。無視しておきたかったが、上司の判断ですから、申し訳ありません。とだけ LINE に返信しておいた。それから何も音沙汰なく過ごしていたある日、職場の私に夫から着信があった。仕事中にごめん。今大丈夫？切羽詰まったような口ぶりだ。どうしたの？母さんが倒れて、お前の職場から近い労災病院に運ばれた。俺は今向かってるけど、お前も来てくれないか？大変だ。すぐ行かなきゃ。私は激しく動揺した。すぐ行く。電話を切ると、すぐその病院に向かった。病院に到着したのは私が最初だった。義母が寝ている病室に案内され、医師に容体を聞くと、脳梗塞で言語障害の後遺症が残るかもしれないとのこと。私は絶句した。義母は小学校の元校長で、子供たちはもちろん、先生たちにも慕われていた。定年で現場を離れ、来年度から市の教育委員会で働くことが決まっていた。義母は私に優しかった。子供の頃に実の母を亡くした私にとって母のぬくもりを思い出させてくれる慈愛に満ちた人だ。カオルさん、息子と結婚してくれてありがとう。あなたがお嫁さんでよかったわ。と、太陽のように明るい笑顔で私を受け入れてくれた。義母はボランティア活動にも熱心で、施設で育つ子供たちのために家庭菜園で育てた野菜をたくさん分け与えていた。私は眠り続ける義母を見つめながら涙が溢れるのを感じた。どうか無事、意識が戻りますように。コンコン。その時、ドアのノックの音がして、夫が病室に入ってきた。仕事中に悪かったな。大丈夫。夫が言うには、今後の治療方針や入院生活について医師から説明があるらしい。夫は仕事を早退し、このまましばらく病院にいるという。私は溢れる涙をこらえ、トイレに行こうとしたところ、駆けつけた義兄夫婦に遭遇した。あ、お兄さん、マキコさん。カオルちゃん。義兄は沈痛な面持ちだったが、兄嫁は薄気味悪い笑みをたたえている。義母の病室を教えると、いきなり彼女に片腕をつかまれた。義兄はそれに気づかず、そのまま病室に向かっている。彼女は私の耳元に口を寄せ、お母さん、いよいよじゃない？と囁いたのだ。なんと不謹慎な。私は涙で赤くなった目を見開いて彼女を見た。押し寄せる激情をぶつけたくて、喉元にある言葉が出ない。過呼吸のような症状が私を襲い、その場にうずくまった。彼女は私の腕を離し、一人で歩いていく。その後ろ姿を見ながら、ふーっと深呼吸した私は、怒りと悲しみで震えが止まらなかった。私は義母を心配しつつ、後ろ髪を引かれる思いで病院を後にした。仕事でその日のうちに訪ねておかねばならない利用者宅があったからだ。利用者宅でのケア中も兄嫁に対する怒りは消えなかった。このまま何もしないで放置していたら彼女の言いたい放題、やりたい放題を止めるチャンスを失うのではないだろうか。
意識不明の義母に薄ら笑いを浮かべたことがどうしても許せなかった。カオルちゃん、今度うちの店舗が近くのショッピングモールにオープンするの。行ってね。証拠りもなく、私の LINE に一方的に送りつけられる彼女の会社の情報。ご丁寧にホームページのアドレスまで貼り付けている。今までの私なら彼女の LINE に何かしら返信していたのだが、今回から既読スルーで通すことにした。スルーを続けていると、今度は頻繁に電話がかかるようになったので、それも無視した。すると留守電に、カオルちゃん、どうして電話に出ないの？私からの LINE も電話も無視してるわね。ファッションに疎いあんたにいい情報を送ってあげてんのにどういうわけ？などと一方的なクレームを残すようになった。そんなに私に相手してほしいのだろうか。やはり友達がいないんだな。そう思いながらメッセージをすぐ消去した。その後も毎日のように LINE と電話攻撃が続く。うんざりを通り越してなんだか気持ちが悪い。そんな中、義母の意識が戻ったと夫から連絡があった。だけど、まだ会話はできず、ぼーっとしているとのこと。私は嬉しくて思わず涙が出た。まだ心配は尽きないが、第一関門は突破したと思えた。義母はその後1ヶ月で退院した。夫が言うには、義母の状態によっては、回復期リハビリテーション病院への転院も考えなければいけないとのことだったが、治療の効果も出てきて、自宅からリハビリ施設に通うことを選んだとのこと。きっと住み慣れた自宅で過ごしたいのだろう、とも言っていた。私もそう思った。義母は築50年の平屋の戸建てを購入し、庭で野菜を育てながら猫ちゃん一匹と住んでいた。入院中、その猫は私が義母宅に行って世話をした。今後のことを考え、私と夫はしっかり話し合って義母宅で同居することにした。二人で義母のサポートをするのだ。その引っ越しの日がやってきて準備をしていると、兄嫁から LINE が入った。今日お母さんの家に引っ越すんだってね。同居なんてありえないわ。同居がありえないというのは彼女の考えで、私たち夫婦の選択にいろいろ意見を言われる筋合いはない。ムカムカしながら私はまた既読スルーした。引っ越し業者より先に私は義母の家に到着した。そこは昭和感が漂うノスタルジックな家だ。庭があって、そこで野菜を育てては私に分けてくれたりした。飼い猫を膝に乗せながらにっこり微笑む義母の姿を思い出すと、また涙が溢れてきた。義母にはこの日当たりの良い暖かい家でゆっくり過ごしてもらいたい。私はそう強く願いながらそっと玄関を開ける。すると猫ちゃんが私を迎えてくれた。ミケちゃん、こんにちは。私は満面の笑みと甘い声でその猫に声をかけた。その猫の名はミケ。人慣れしているおとなしい性格のミケの性病だ。私は義母が入院した日から自動で餌を盛る器にキャットフードを補充し、水も取り替えてトイレの掃除をするお世話をしていた。今日から私も一緒に暮らすんだよ。私にも猫ちゃんが2匹いるの。すぐ一緒になるのはお互いにストレスだと思うから、しばらくミケちゃん部屋で過ごそうね。そう声をかけながら首元をくすぐると喉をぐるぐる鳴らし甘えてくるミケちゃん。猫のこういうところがたまらないのだ。それからしばらくして引っ越し業者も到着した。引っ越し作業は一日仕事になったが、私たち夫婦の荷物はすべて奥の部屋に入れてもらい、細かい片付けをしていたら、夫と義母が病院から帰ってきた。ただいま。そう言ったのは夫だ。車椅子に乗せられた義母は、私を見て穏やかな笑みを浮かべている。義母は右半身麻痺と言語障害の後遺症が残っている。何か声を発しても聞き取ることは難しい。お母さん、お帰りなさい。これからは私たちがそばにいますからね。私が車椅子の義母の正面にひざまずいてそう言うと、義母は目に涙をためて私の手を握った。夕方、介護ベッドが到着し、私と夫で組み立て義母を寝かせた。夫はペットホテルに預けている我が家の猫たちを引き取りに出かけた。
そして私は義母の排泄解除の準備をした。義母をトイレに連れて行くのが難しく、おむつを履いてもらっている。匂いで分かったが、大きい方が出ていたので声をかけながら洗浄した。私は介護福祉士なので、当然こういうケアにも慣れている。お母さん、すっきりしましたか？ちょっと片付けてきますね。私は汚れたおむつを入れたビニール袋を二重に結んで部屋を出た。その時、インターホンの音がした。はーい、今行きます。おむつの袋を処理し、手を洗って玄関に行くと兄嫁だった。様子を見に来たの。あなたと連絡が取れないから。嫌味たっぷりに彼女が言う。あんたと関わりたくないからだよ。私は心の中でそう叫んでいたが。あ、私もいろいろ忙しかったので、お姉さんは私より忙しいはずなのに、あんな頻繁に連絡ができるなんて不思議ですね。私も負けないくらい嫌みったらしい口調で返した。感じ悪いわ。これからずっとお母さんの介護なんて、下の世話ばかりでしょ？臭いわ。毎日地獄よね。玄関でこのまま立ち話させる気じゃないわよね。上がらせてもらうわ。勝手に家に上がり込む彼女。リビングに入るや否や。お母さんの家って何度か来たことあるけど、相変わらず地味だわね。こんな家に住むとかどうかしてるわ。それにちゃんと掃除してるの？家の中めっちゃくちゃ臭いわよ。あ、そうか。お母さんの下の匂いね。さっき確かにおむつを交換したし、匂いが残っているかもしれないけど、今日は言いたいことを言わせてもらう。お姉さん、人の心の痛みがわからないあなたとは金輪際関わりたくないんです。だからもう来ないでください。私は睨みつけるような表情で兄嫁にそう告げた。なんなの？本気で言ってるの？私が今まであなたをどんなに可愛がってきたか。何言ってんだ？可愛がってもらったことなんて一度もないけど。私が可愛がってもらったのはお母さんだけです。二度と来るな。その時の私はまるで般若のような表情だったと思う。それに一瞬ひるんだような彼女は、覚えてなさい。どこかの三文芝居で聞くような手垢のついた捨て台詞を吐いて出て行った。私のもやついていた心がスーッと晴れていくのが分かった。それから一月後、事件は起きた。兄嫁が突然我が家を訪れ、またもや勝手に上がり込んできたのだ。カオルちゃん、うちの旦那が倒れて、今入院してるの。退院の日は決まってるんだけど、介護が必要で、どこか入所できる施設を紹介してくれない？あなたが働いているホームでもいいから。うちは特別養護老人ホームで、要介護3からなんです。普通は60歳から入居が原則ですし、お兄さんはまだその年齢じゃないですよね。そうなの？介護が必要な人なら誰でも入れるんじゃないの？それに要介護さんって何？ファッションのことは知り尽くしているのに、介護のことは何も知らないらしい。はあ、無知って嫌ね。お姉さんも私にそう言ってたじゃないですか。私がお姉さんの力になれることはありません。お帰りください。そう言って私がソファーから立ち上がると。どうして？なんで私を助けてくれないの？逆上した彼女が私の足にしがみついてきた。ちょっと、離して！その時、リビングの猫用トイレにミケちゃんが用を足しに来た。オープンタイプのトイレなので用を足すとすぐわかる。大きい方だったのでミケちゃんが砂をかけると、その砂が彼女の足にかかった。臭い！汚い！ミケちゃんは砂を何度も前足でガシャガシャかいている。助けられたわ、ミケちゃんに。もう、何よこの猫！彼女がそう叫んで、ミケちゃんを強引に持ち上げると、ミケちゃんのおしっこがシャーっとかかった。ああ、ミケちゃん、小さい方もしたかったんだね。ミケちゃんは、うにゃ！と泣いて、彼女を後ろ足で蹴り上げ、逃げ去った。臭い！どうしてくれんのよ！このスカート高いんだから！自慢のファッションを汚され、
彼女は顔をしかめている。いきなり持ち上げるからですよ。ジャスミンティーでもかかったと思えば気になりませんよ。なわけないでしょ！もう臭すぎる！猫のおしっこは特別臭いかもしれないけど、人間も同じだし、慌てふためく彼女を冷めた目で見ていると、今度はリビングの真ん中の柱の角に勢いよく足をぶつけてしゃがみ込んでしまった。ああ、小指ぶつけたんだ。これは痛いわ。覚えてなさい。彼女は苦痛に歪む顔で何とか起き上がり、汚れたスカートの裾を持ち上げながら、またもや同じセリフで立ち去ろうとした。すると、リビングから出る手前で、敷居につまずいて、また勢いよく転んだ。二度あることは三度ある。まさに格言だ。この家自体も早く彼女に出て行けと圧力をかけているようだった。今後暮らしやすくするためにバリアフリーのリフォームがいるなぁとも思った。その後、夫から聞いた話だと、兄嫁は足の指を骨折していて、退院してきた義兄のトイレ介助の途中に、もろとも転んでしまい、今度は腕まで骨折してしまったとのこと。柱にぶつけた足も、今回骨折した腕も、ギプスで固定され、不自由な生活を送っているらしい。義兄も転んだ際に膝を強打し粉砕骨折。手術が必要となり、再び入院した。彼女は退院した義兄がすぐ施設に入れなかったことに苛立ち、暴言を義兄にぶつけていたのだそうだ。そんな中で二人とも入院か。お気の毒だわ。兄嫁はギプス生活が長引くらしく、得意のファッションセンスを披露できずに気が狂うほどの精神状態が続いているという。私はというと、3ヶ月の間だけ訪問介護だけの仕事にしてもらい、家で義母を介護した。と言っても、毎日付きっきりで介護するわけではなく、週5日はリハビリに特化したデイサービスに通ってもらった。そのデイは私の職場の関連施設なのでスムーズに手続きができた。朝その送迎車が来るので義母を乗せて見送るのが日課。義母が帰ってくるまでの時間を使ってケアマネージャーの資格を取るため勉強に励んだ。懸命にリハビリに励んだ義母は驚くべき回復力を見せてくれた。肩麻痺が残り歩行が難しい状態から杖をついて少しずつ歩けるようになった。そして私もケアマネ試験に合格し、特養から居宅介護事業所に移動した。特養は夜勤もあって負担が大きかったが、居宅勤務のケアマネだと平日の日勤が基本なので健康的な生活になった。ある日、ダイニングテーブルの上に私宛ての手紙が置いてあった。カオルさん、あなたには感謝してもしきれません。本当にありがとう。私はあなたを本当の娘だと思っているわ。私の世話も猫の世話もありがとう。あなたのおかげで楽しくリハビリに通えています。これからは自分でできることを増やして、またあなたとお話できるように頑張る。同居がしんどかったら私は施設に入ります。この家は息子とあなたと猫で暮らしてほしい。麻痺が残る右手で書いたのか、それとも左手で書いたのか。たどたどしい筆跡だったが、私のために一生懸命書いてくれた。この手紙を読んで胸がいっぱいになり涙が溢れた。お母さん、私もあなたを本当のお母さんだと思っています。これからもお母さんと同じ時を幸せに過ごしたいです。よろしくお願いします。ピンク色の便箋に返信をしたためた。窓の外を見やると、綺麗な虹が遠くに見えた。